シルビです。さあ、本日はですね、はい。君たち、フィッシャーズのリーダーと副リーダーじゃないですか。おー。まあ、リーダーはよく言うけど、まあそうだね。一応まあ、副リーダー、マサイなんですけど、まあね。そうだね。先頭と縁の下って感じじゃん。あー、そんな感じまあそうかもな。まあ、そんなわけで、シルク君とマサイ君にフィッシャーズ支えてもらってるということ。フィッシャーズのことは、大体何聞かれても分かると。なんで間が空いたの？いやもうそれはですね、これだけ動画を投稿していると何があったか分かんなくなるもんなんですよ。わかるよ。大きく出た。ここ弱ねえはダメでしょ。確かにな。強気のリーダーとバックアップですから。そうだね。まあそうだねこういう姿で慎重派で行くのかな。そうそうそう。あ、じゃあこうしましょう。まあそんな二人に今日ちょっとある企画を持ってきて、本日やりたい企画はフィッシャーズクイズダービー。おー、何それ。ダービーというものの別にレースするわけじゃないんですしろよ。まあこういう企画結構いろんなところでやられてるんですけど、はいフィッシャーズが普段周りのクリエイターの方からどう見えてるのか、うーわー、それは予想つかねえ。どう思われてんだろう。まあ、撮影で一緒になったクリエイターさん4組に今回質問してきて、その回答を2人に当ててもらうという企画です。おはいー、じゃあ何言うか読むってこと？そういうこと。ある質問をして、その中に該当するフィッシャーズメンバーを選んでくださいっていう質問です。あー、そういうことね。だからもうメンバー分しか答えがないんで、大きく外れることは今日ない。一番お腹壊しそうなメンバーは、マサイ。そうそうだよね。で、今回のルールね、この質問にあったメンバーの名前を当てた人はまず1ポイント、理由を当てたらさらに1ポイント。あー、了解。これちょっと残酷なんですが、質問に対して一番そうしたい人と一番そうしたくない人を両極選んでもらった。あー、そういうことねと。いうことで、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速1問目いきます。はい。1問目のクリエイターさん、最近登録者1000万人を超えたあのクリエイターさんです。こちらをご覧ください。来てくれました。はじめ社長さんです。どうも、はじめ社長です。よろしくお願いします。すいません、突然カメラをおっしゃって。どうしたの？今日フィッシャーズでクイズをちょっとやりたくて、ちょっと僕からはじめさんに質問を投げます。その答えをメンバーに予想してもらうって企画です。あー、なるほどね。はい了解です。勝手に開くんだよ。大東京見せんだよ。綺麗だな。これは予想できない。で、はじめさんに質問があります。はいもし、フィッシャーズメンバーの中で、コンビで YouTube をやるとしたら誰を選びますか？その中で、この人と組みたいなって人と、この人とは組みたくないなって人、ちょっと一人ずつ選んでください。一人ずつか。はい、シルク、マサイ、ダーマ、ンダホ、モトキ、ザカオの6人の中から選んでください。うわ、これ酷だね。いや、全然時間使ってもらっても大丈夫なんで。正直一番組みたいのは、はい、はい、ということで1問目は、もしもはじめ社長がフィッシャーズメンバーの中でコンビで YouTube やるとしたら誰と組むでしょうか？組みたい人の方を書いてお願いします。はい、組みたい人ね、先にね。オッケー。書けましたか？はい。じゃあ2人同時に回答お願いします。せーの、はい。は？そんなことある？ホワイトボードのカツラって取れんの？一回いくわ。マサイからいきましょうか。はいじゃあマサイ君、回答誰ですか？元木です。お、それはなぜ？なんか、元木っていろいろ遊んでるものが多いじゃん。うんゲームとか、うんカードゲームとかそういうの含めて、うんはじめさんもめちゃめちゃそういう動画撮ってるじゃん。うんっていう意味で、なんかやりやすいんじゃないかみたいな。うんで、プラス元木ってちょっと謎な面も多いから、うんそういうテイストも含めて、面白いチャンネルができんじゃねっていう。あなるほど。一緒に動画撮ったら。もう答えがばらけました。まあそうだな。はい。ということで、回答シルク君は俺ノーですね。なぜでしょうか？理由はなんかドッキリがしやすいからっていう。はじめの結構動画ね、ドッキリ多いから、リアクション系を求めてんじゃねえかなみたいな。かつ、ソロクリエイターで一番多い悩みってツッコミが来ないなと思う。お前なんかすごい冷静な見解でしょ？だから多分ツッコミ欲しいんだけど、ずっとツッコミがいる環境ではなくて、いつもいないからツッコミ欲しいなと考えてると思う。ここ欲しいな。そうでもいつも一緒にいるんだったら多分あの人が仕掛けたいがあるタイプだから、まああんな子なんじゃねえかなっていう、これ、どちらかに正解者がいます。おー。じゃあ、こちら、回答でーす。時間使ってもらっても大丈夫なんで。正直一番組みたいのは、ンダホです。おお、マジっすか？起きないじゃないですか。シンプルですね。寝起きドッキリ最近、俺の周りの人さ、はい警戒しすぎて、みんな俺の周りだとなんか寝なくなっちゃって、ああ、そうか。鈍感な方が。相当起きなかったんで、一回。なるほど、なるほど。おお。正直かなりそれはでかい。あーめちゃくちゃ寝起きドッキリしてあげて。はい、ということで、おー待ってなんと、シルクロード、人も理由も両方正解。すごいすごいす
ごいすごい。お、すげえすげえ。分析できてるはじめくんとは結構いろんな話僕してるんですよ、実は。いやー、すごい。完璧じゃん。でしょ。完璧分析やばいねこれね。完璧分析やばいな、やばい。何それ。リズム化け物なん完ですよ。璧分析やばいねこれ。はい、そうか。残念ながらまあ最後は不正解でございます。まあこれでなんかわかるんじゃないですか。はじめくんとの歴史が長いっていう。そうだよね。そうということでシルク君2ポイント。おーやられちゃった。じゃあ次は嫌いではなく、まあ YouTube を撮る上でちょっと相性悪そうだなって人を1人選んでください。はい。せーおー、揃った。雑貨を選んだんだけど、なんだろう、テンションの上げ方がじゃあ切り替えましょうができないんじゃないかみたいな。イメージ的にね。イメージ的にだけどね。俺もザカオ。なるほど、ここ一緒だね。怖い。怖い。理由が怖い。なんか選ばない理由っていうややちょっとマイナスなのかなって心配してくれてる場合は端的に一言でポンで終わらしそうな気がする。はじめさんっぽいな。回答見ましょうか。誰だろう。こちらで回答でございます。逆にでしょ。逆にこの人とまあやりづらいというかさ、まあ、動画のやっぱ仕組みもあるじゃないですか。そうだよね。そういう意味でこの人ちょっとやりづらいかもなっていう人。いやー、悪い意味じゃないんですけど、元木はちょっとね読めなすぎて。おお。いやそう来るかなと思います。いやわかります、すごいわかります。なんかある程度の天然みたいな感じはわかるんですけど、元木ちょっと度が過ぎてるっていうか。すごいめっちゃ分かってくれてますね。ありがとうございます。そっちか。ということで、こちら回答元木でございました。元木か。残念ながら不正解。まあ理解はできる。あいつはやっぱみんながいる中で一人いるってのがやっぱ大事。わかるな。大いに理解できる。じゃあ次は、まあ、最近よくコラボ動画とか撮ったりしてるこの方々でございます。せーの、不要人おーいたの太郎若葉あばれだお願いしますお願いしますなんで声ちっちゃいの。なんかちっちゃい。近くに一応お前らがいたんだよ。あ、そうそういう。はい、ということでですね、ちょっととある質問をして4人で1個の答えを出してもらいます。フィッシャーズのメンバーの中で頭の良さそうな人、そして逆にちょっとおバカちゃんだなって思う人をちょっと両極で1人ずつ選んでほしい。頭いいおなせそうな人とおバカちゃんそうどういう意味で頭いいんですか？勉強ってなのが普通に常識？俺らこうなっちゃうじゃあめっちゃ考えちゃうじゃあ人間として頭がいいかちょっとおバカちゃんかっていう。これめっちゃ難しい。じゃあ頭のいい人から、じゃあせーので言ってみる。もしかしたら合うかもしれないから。頭のいい人いい人から。っていうので言ってあったらすごいな。ということでですね、今回せーのって言ってもらったんで、票数の多い方が今回1位になります。はい。この質問をしてる時におメンバーが通りそうになったんで、そあれちょっと聞きそびれちゃったんで、はいこの問題だけは人だけで大丈夫です。わかりました。人間的に頭のいいメンバー、選んでください。せーの、はい。シルクロード、そして理由、周知の事実。強いなお前。俺見てないけど絶対俺のこと書いたでしょ。ほらね。聞く人ってやつだよな。よくフォーエットも相談するのシルクだから。まあこれシルクロードじゃなかった場合はちょっとフォーエイト全員集めます。一旦集めます。じゃあせーの。元木さんなるほど。あ、じゃあこの場合はじゃあ元木でいこうか。じゃあ全員の票的には。そう、この後ね、メンバーが横切ったんで、あーそうだねここでちょっと理由聞きそびれたんですけど、まあとりあえずしばきます。いや俺だろ。わけねえだろうね。横も取れちゃった。横取っちゃったよ。これね、ハゲが進行する。そいつは頭良くないよ。頭良くないね。大丈夫これ。いや、多分だけど、学力の方で捉えたの。そうだね。学力か。で、今度は逆に、頭の悪い人、天然おバカちゃん部門っていう聞き方してるんで。せーの。もう動画にも証明されてるのよ。ね。バカなんです。むしろこれ撮りたいよね、マサイは。撮りたい。じゃあ、シルク君。はい、マサイです。お、それなぜ？理由絶対だから。俺らは絶対そう思うのよ。じゃあ、フォーエイトたちはどう思うんでしょうかっていう問題です。そう。むしろ多分俺も揃うと思う。おバカちゃんだなって思う方、せーのでお願いします。ごめんなさいせーのマサイさん安心したわ。あ、雑貨はね。いや、でも違うの。いや、ザカオも春バカ。逆にけど僕はそのギャップがすごいなと思ってそうなんですね。 100分間鬼ごっこの時のマサイさんがシルクさんの隣にオッケーオッケーこれねオッケーオッケーオッケー任してめっちゃかっこよかったガチでかっこよかった細かいところ見てんね。けどなんかおバカさんいや、いいよ、言っていいよ。はいなるほど。感じですね。正解はマサイでした。やっぱね。やばい。理由は、おバ
ポイントずつ差し上げます。じゃあ次、この方々です。この日撮ったんでしょってわかるでしょ。もう分かる。エスパラタのキラけどエスパール来ていただきました。遠目で見ると柄悪いな。クイズの企画をやってて、なんて答えるかっていうのをメンバーが予想してもらう企画です。フィッシャーズメンバーの中でみんなが仮に女の子だったら誰を彼氏にしたいですか。なるほどなるほど。っていうのを1位とビリを決めてください。1位ちょっとそれ。いやもう本当に失礼でも偏見でも何でもいいんで、一旦決めていただきたいという。2人決めればいいってことです。そういうこと。せーので言っても揃うんだ。マジで？はい、ということでエスポワールトライブのみんなに来てくれました。はフィッシャーズメンバーの中で彼氏にするなら誰、逆にしたくないのは誰という問題です。じゃあまずは彼氏にしたい方から回答お願いします。じゃあお二人回答をどうぞ。せーの。はい。おー、マサイは坂尾。なぜ？ダンスができる。ブレイクダンスできる。いやだからマサイの恋って多分こういう感じなんだ。あーそういうやつじゃない。もしかしたらこれそれぞれの恋愛感ちょっと出るかも。いやあほら見た目もかっこいいかもしれんけど、やっぱさそういう部分でかっこいいってよくない？あ、まあまあいいと思うよ。いいと思うけど、なんかちょっと浅いなっていう。そんな中にこうシルクロード。まあ俺です。シルクロード。シルクロードだ。自信あるでしょ。今日自信あるね。俺いや今日じゃない。いつも。いやいつも自信ある。理由引っ張ってくれそう。なるほど。でも俺の中で一個彼氏っていうのが引っかかってる。夫ってなったら違う。これも票数が多い方に決定になります。フィッシャーズメンバーで彼氏にしたいメンバーお願いします。せーの。ダオさん。一致したよ。これ一致しないやつだと思ったのに。俺知ったのダオさん。いや違うもんダオさん。いや俺ダオさん。え？ダオさん3人ぐらい。俺の方さん。いやもうこれでも僕らは間違いない。間違いない。正直なこと言うと。あ、俺？これ言ってるとかじゃなくて。待って黙って言わなかった言ったよね。今さなほどダーマが似てたからさ紛れてたけど。黙って言いました。おい。したいメンバーお願いします。せーの。ダオさん。ダオさん。笑いに溢れてそう。ただ褒められてるじゃんもう今。じゃあ逆にもうマジ偏見とか失礼でもマジでいいんで、こいつちょっと彼氏だったらきついなみたいなメンバーをみんなで一人決めてほしい。これほんとなんか言って大丈夫？大丈夫、もう俺が許可します。はい、ということで、まあごめんなさいね、ダメです。わかるわ。まあわかるし、まあ彼氏でもなのかっていうのがすごいね。だから彼らもなんだかんだほぼ同い年ぐらいだから、まあそうだね。ちょっと多分結婚を見据えた。あ、見据えてるね。そう先なことそうだと思うんだ俺。俺の言ったこの引っ張ってくれそうとかって、これどっちかって言うとあんま結婚を見据えてないんだよ。そう20代で前半の、だから刺激を求めてる時間帯なのよ。っていう感じで名が選ばれました。あ、そうだね。まあそれはわかるわかる。ただね、ここ結構死活問題で彼氏にしたくないって選ばれるってちょっと嫌じゃない？まあ確かに嫌だ。回答お願いします。せーの。何回目だよお前それ。はい、マサイは元木。はい元木です。なぜですか？何もしてくれなそう。冷たいみたいな。いや優しそう。あいつ結婚したら多分めちゃめちゃ優しいと思うよ。知られると思うよ。シルクロードはもうシルクロードです。シルクロード。変えてきた。いや、変えてきたというか、もう俺は0か100の人間だから、さっき言ったほどの場合、俺は0なんだよ。いや、理由、寝てほしい。あー、確かに。だから普通に嫌じゃねっていう。いつでも起きてるやつが家にっていうのが嫌だから、俺。ここすごい理由しっかりしてます。はい。俺はシルクさん。なんで？今忙しすぎる。時間が会えなさそう。すごい自分を持ってはるからこだわりがなんかあんまなさそう確かに悪いこと言うてるんですよ全然そうもちろんそうです話俺もシルクさんです。なんか風呂でご飯とかもうダメだ。清潔感みたいな。それはな。一緒食べたいし。なるほどね。風呂でご飯食べへん。いや多分食べる。エスポの意見としてはお風呂でご飯食べるっていうのが嫌やからシルクさん。お風呂でご飯するのよ。はい、ということでシルクロードでした。はいシルクロードね。理由はお風呂ご飯でーす。俺これさ、結構言われんだよね、いろんな人に。この間ちょっとびっくりしたのが、ひろゆきさん。あの人も俺が風呂で食ってるの知ってる。そうだそう、配信でこの間喋ってた。それはどっちに評価してもらってるの？多分頭おかしいんじゃないかな。そうもっと効率的なやり方あるだろう。そうだよね。まあ、それは俺も思う。はい、次
次で最終問題なんですが、マサイ君1ポイント、シルク君4ポイントでございます。もう勝てねえな。でも、安心してください。次の問題、ポイント2倍です。おだからマサイ君全問正解すればチャンスまだあります。おお、それはちゃんと勝っておきたいな。ということで彼らに来ていただきました。この方々です。せーの。どうもー、スカイピースイエイ。いいね、スカイピースに来ていただきました。ありがとうございます。質問します。はい。スカイピースが思うフィッシャーズの中でエロそうなメンバーは誰ですか？イメージで大丈夫。そう。俺も一発ですね。はい、ということでスカイピースに答えてもらったフィッシャーズの中でエロそうなメンバーでございます。エロそうエロそう。彼らやっぱ男女ネタ結構多いし、多いそういう話を追求するわけですよ。フィッシャーズそんなに触れないじゃん。触れないね。だからこそちょっとスカイピースに聞きたかった。まあ俺はエロいんだよ。そうだよ。スカイピースがそう答えんのかな、むずいな。はい、ということでじゃあ2人で揃いました。回答お願いします。せーの。マサイ君、シルクローなぜ？ドモテた時がある。なんかもうずっと理由が可愛いね。いや俺こういう理由しか書けないからマジで。じゃあ次、なぜ？いっぱい食べるから。食欲と性欲って結構近いんですよ。そう。同じところで刺激の感覚をなんか受け取ったりみたいなのがあるから、よく食べる人っていうのは基本的にエロいんですよ。わー、そうそう。まあそれは我々が思っているだけかもしれませんそうだなが、スカイピースは全然俺の可能性だってあるからな。いや、俺も一発ですね。え、早い。マジで？いいんですか？いいよ。マサイさん。俺も思った。一緒？いいね。一緒だった。それなんで？なんでですかね。顔がエロそう。いいね。なんでそれ？ちょっとわかるな。俺らも多分ね、そう思うかもしれない。スマホやってる時にこう隣にいたんですけど、なんかすごい実況してたんですよ、こうブツブツと言いますか、それもなんかエロい女の人とかいたらめっちゃおっぱい言ってくれるんだ。いやでもね、心の中で思ってるかもしれないよね。スカイピース正解。そう。本当にそうだよ。やめろ。やめろ。マサイが選ばれました。いやまあ全然いや俺もエロいよ。俺もエロい。いやでもなほらがエロいよ絶対。何このエロ争い。別にいいじゃん。俺初めて聞いたエロ争い。はい、ということで外したマジで。正解。でもまだ逆転のチャンスあるからね。じゃあ逆にこいつはエロくないだろ。エロくないやつか。はい、じゃあお二人で揃いました。回答お願いします。せーの。はい。お、マサイはダーマなんで？真面目そう。あ確かに、まあそれシンプルだね。まああいつエロいんだけど、あいつはエロいな。スカイピから見て真面目そう。なるほど。まず勤勉っぽいよね。そうあまあそうだね。そしてシルク。元木。なぜですか？まあ興味がなさそう。あ根本的にもう分かんないのね。まあ本来そういうタイプだから。そうつかめないから一般回答目線でいや元木さんって興味あるんですかそういうのみたいな。ありそう。これマサイが完全正解なら大逆転。それ以外はシルクの勝ちでございます。そうだね。逆にこいつエロくなさそうだなみたいなのが。うわ、ザカさんもエロいな、そういう。確かに。いや、あいつエロいよ絶対。あいつはエロい。いやでも俺はシルクさんですね。マジで。俺もシルクさん。あ、一緒だな。仲良しだね。一緒なんだ。理由聞きたいめっちゃ。もう心の底まで男を貫いてる。なんかもうスポーツって感じだよね。おー。女ではなさいない。一人を愛すだろうし、っていうのを考えるとなんかもうエッチとかも真剣そう。真面目には取り組むんだ。マサイさん真剣そう。確かに。そういうやつ一番エロいからな。そういう回答。まさかの俺か。なんとまさかのシルクロード。マジか。いやさすがに頭の中なかった。両者正解でございます。意外だね。意外でしょ。意外。スカイピースのお二人、シルク君はエロいですよ。相手に対しては真剣に向き合うタイプである。うるせえよ。昔からそうなんだよね。遊びとかできなくて。さあ、ということで、シルク君がエロくない人に選ばれたおかげもあって、優勝シルクロード。
まあリーダーですね、さすが。そうだね。でもまああれですね、今回の回答全部並べて正解と回答と全て並べた結果一番傷ついてるの俺だからねエロくないモテないやつだだから結局世間の印象と違うわけだ。いやだから世間の印象が要するにちょっとさ大多数なわけじゃない、だからちょっと改めようと思ったらでちょっと逆に今否定するとしたら何してるんですか？エロいよそこかよ。動画見てくれてありがとう。セカンドレイン Twitter、Instagram 他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。